曲がれキャタピラマジラジは基盤待ち。ルール無用。ケバブはシャーシ待ち。ケバブ。時間ができたのでさらに新マシンを作ります。ケバブってバイクだ。ラジコン化して操縦できるのか気になる。なら作ります。このタミヤの工作キットをマジラジ企画でラジコンにします。マジラジ企画はこちらです。それでは魔改造へレッツゴー。バイクキットを組み立てます。できました。かわいい。電装パーツの位置が素敵です。ハンドルも切れます。ハンドルは見本よりも低く広くしています。好みです。動力の伝達はベルトドライブです。よく観察してどう改造するかを構築します。ちなみに 3D プリンターは縛ります。より気持ちよくなれそうだからです。まずは元の状態で走らせましょう。5これは雲行きが怪しくなってきました。勢いをつければここまでまっすぐ走らせるのすら難しいとは。タイヤがワイドなのでもっと直立を維持できると思っていました。外乱を与えても直立を維持できるかを確認します。揺らした程度なら大丈夫です。倒れません。やはりワイドタイヤの直立維持力はあります。そうなるとフリーに動く前輪が怪しいです。固定します。可動域を大幅に減らしました。どうでしょうか。走りました。グッドです。 RC 化すればこの状態は作れます。まずは駆動系を改造します。現状はモーターの軸にはゴムを取り付けたベルトドライブです。モーターの軸は接触面積が小さすぎるので RC 化で重量が増加した時に滑って発進できない気がします。プーリをつけると減速比が変わってトルクが減ります。それもまた発進できなそうです。ということでギアボックスを取り付けます。ミニモーター標準ギアボックスです。ギア比は1対 41.8 にします。ギアボックスを取り付けます。スペースがないのでホイールベースを広げます。分解します。ギアボックスを仮止めして位置出しします。マウントを取り付けるとモーターがついていた箇所が干渉します。カットします。干渉を解決しました。リアタイヤの位置を見ておきます。いいね。直進安定性も向上しそうです。印をつけて穴を開けます。穴を開けたら反対側も合わせます。テープをまっすぐ貼れば位置を合わせられます。穴を開けます。ギアを取り付けます。マウント側も穴を開けます。オリジナルのようにタンクのすぐ横で完璧な位置です。固定します。ギアボックスをあてがります。位置はバッチリです。この飛び出た棒はバイクのステップを表していますが、ギアボックスのシャフトとダブるのが気に食わないです。いろいろと考えた結果、ネジ止めで解決しました。パーツクリーナッシュ。ギアボックスを貼り付けます。ステンレスワイヤーでさらに固定します。ネジネジ、グリス塗り塗り、ベルトをかけます。駆動チェック。スルスルグッドです。プーリーを取り付けます。ただし穴径が小さいです。いつもなら 3D プリントで合うプーリーを自作しますが、今回は改造で何とかします。まずは穴を広げました。動力を伝えるには六角にする必要があります。まだシャフトよりは径を小さくしています。だからシャフトを炙ります。いきなしどしたし。いい感じになるまで熱します。すぐにプーリーを押し入れます。お、徐々に入ってきています。貫通しました。力が伝達するようになりました。完璧です。いや、これもまた醍醐味です。参考にする際はシャフトを抜いてからにしましょう。新たな問題です。プーリーをつけたらベルトとマウントが干渉するようになりました。ベルトの摩耗が早まります。一筋縄ではいかないな。ゴム管を縦に切ります。干渉部の切除には分解が必要なので手軽な方法を試します。金属部をゴムカバーで保護しました。摩耗の軽減が狙いです。動作チェック。干渉部を切除してきました。わずかにベルトとマウントの間に隙間ができています。どうでしょうか。きた。これで車体の改造は完了です。想像よりも壁が多くて苦戦しました。次は RC 化のために電装パーツを搭載します。受信機はラジオリンク、 ESC はその辺にあった500円のやつ、アクティブサスペンションでもお世話になったサーゴ、これらです。配置を考えます。小さいパーツはいい感じに決まりますが、電池ボックスがでかすぎです。しかも2つ。むむむ。バイクなので乗せる場所が狭いですね。バイク。つまりサイドパニアを表現できます。実車の荷物入れですね。サイドパニアなら2つあることがむしろ生きます。さらに重心も下げられます。ハイパームッドです。電装を乗せます。できました。楽しい工作 RC バイクです。モーターは単気筒バイクらしい位置にいます。そしてトランスミッションに接続されて、動力はフロントスプロケットからリアスプロケットへ伝わります。
ギアボックスの飛び出たシャフトはチューブを巻いてステップを表面しています。フーリーの抜け止めにもなります。そして電池はサイドパニア、受信機はリアパニアです。ラジオアンテナ付き。 ESC はシングルシート、サーボとタンクは無加工でつらいちです。ハイパーフィットです。配線は全て引き直してスッキリさせました。テールランプの位置にはスイッチ、クリアレッドのプラ板を貼り付けています。意味のあるものを意味のある場所に転置する気持ちのいい出来になりました。重量チェック。 191.6g。 基準がわからん。それでは動作へレッツゴー。スイッチオン。ステアリング。キリキリグッドです。スロットル。全身交代どちらもいけます。よし、 RC 化は成功です。走らせてみましょう。バランスが変わっているのでまずは直進ができるか。どうでしょうか。直進できました。さらに曲がれています。きた、驚くことに操縦できますがこのスペースは狭すぎるので広い場所へと移動しましょう。ターンに挑戦します。5。実は直進だけでもかなり難しいです。路面は水平ではないですからね。スピードもゆっくりなのでふらつきも大きいです。大回りするため徐々に右に向けます。難しい。ちなみにコントローラーは片手コンです。まさか市販品があるとは。安定してきました。ここから左にハンドルを切ります。いけそう。でも道幅が曲がれ惜しい。まずは右端まで寄せます。旋回開始。曲がれる。曲がった。ギリギリ成功です。よく見ると前輪に付着した砂が片方だけです。組み立て時にフロントフォークの突き出し量がずれていました。バランスが悪かった原因の一つです。頑張って走ってくれましたね。ということでタミヤの工作キットバイクを RC 化しました。 3D プリンターを縛っての改造は懐かしさと新鮮味がありました。昔はレーザー彫刻や粘土に鋳造などいろんな手法を使っていました。そして困ったらライターで炙りがちです。手法を工夫しながら工作するのもまた面白いです。今回の改造を通じてバイクのアイデアもたくさん浮かんだのでいろいろと作って検証していきます。マジラジによって作りたいものがさらに爆増しましたね。360度旋回も成功です。意外といけました。それではまた。そういえばあのケバブな